テキラドジョンです。今回ね、スペースウォーデンチャレンジやっていきたいと思います。こちらからね、新ヒーローギアね、ファイヤーボールを試すことができるというチャレンジになってまして、ウォーデンにね、新しいヒーローギアが追加されるんですけども、なかなか面白いものになってます。能力どんな感じか見ていくと、まずは6時からぶっ飛ばしてみましょう。こんな感じで、ファイヤーボールをぶっ飛ばすことで、この辺の一体の防衛施設だけじゃないね、施設に対して攻撃を与えることができるみたいな感じのギアになってます。ウォーデンのね、これ、トームとかがちょっと、エターナルトームとかとは同時に使うにはちょっと難しいあれになっちゃうので、なかなかね、使い方を選ぶヒーローギアにはなっていくんですけど、かなり強いところもがあって、ここを、ロイヤルチャンピオン見ててください。ロイヤルチャンピオンを、なんとこれね、ワンパン潰すことができます。反対サイド、クイーンも見ていきましょう。クイーンの方も、ポンと打つと、なんとこれね、一撃で潰せるんですよ。これ相当ね、面白いっすよね。なかなか新しいヒーローギアになってるかなってところで、ロイヤルチャンピオンのブーメランみたいなイメージのを、ハイダメージで潰すことができるというような感じになっております。で、今回のね、チャレンジ攻略する上で、結構いいルート見つけれてるんですけども、アタックの最中に説明するのが難しいので先に紹介するんですけど、さっきのね、ロイヤルチャンピオン潰すルートで出したいんですけど、出した瞬間におでん像だったりクロスボウだったりめった打ちに合うんですよね。嫌なので、先にリターンの呪文を持ってください。リターンの呪文を置いてからウォーデン解放で、これ、ダメージ受けずに処理ができます。ちょっとずれちゃったんで、クロスボウが折れてないですね。もう一回見ていきましょう。リターンの呪文を持ってからこれすることで、最速でダメージを回避できるみたいな。なんかこの辺、レイジタワーがちょっと残っちゃったりなので、角度調節して、リターンの呪文解放、ドッカーン。いいですね。このポイズンタワーに当たるように打つと、これ最大で全部壊れるようですね。こういう使い方してあげると、ウォーデンが HP マックスで帰って、ほぼマックスみたいな感じで帰ってくるので、かなり有効的なね、使い方になるし、今後もし、ファイヤーボール使うような戦術をするならば、このリターンを先に置くことでダメージ回避できるよっていうのをね、覚えておくといいかもしれません。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけでやっていきましょう。もうすごい簡単にやるために一区画ずつね、丁寧に潰していこうと思います。まずはゴーレム1体使ってください。その後ろにスーパーチャー4体全部出しちゃって OK です。スーパーチャーがそうするとこのクロスボウ越しにね、大砲とか大工とかを一気に潰してくれるんですよ。見習い語ではね、1体だけつけてあげてください。で、この後注目なんですけど、スーパーアーチャーにね、ダメージが迫撃砲とかも入るので、ゴーレムだけを取り残すようなイメージで、ここリターンの呪文で回収してあげる。あとはゴーレムに任せて大丈夫です。で、反対サイド次行きましょう。ネクロ4体全部出しちゃって OK です。ここも見習いウォーデン1体だけ使ってあげてください。ぶっちゃけね、ネクロ2体とかでも突破できるんですけど、後で使わないのでも4体やっちゃうのが楽かなと思います。で、最初に紹介したこちらですね。見習いじゃないわ。オーデンとリターンの呪文を使うことで、6時の区画を全部ぶっ飛ばしてあげると。で、スーパーアーチャーの入ってるリターンを最初に解放してあげてください。そうするとね、このダックエリタンク越しにタウンホールを殴れるんですよ。からのオーデン追加して、レイジージェムもあるので、これのおかげでね、タウンホールの HP がね、ほとんどもう3割ぐらいになってるんですよね。から援軍に当たるところでポイズンを打ってあげる。で、3時のユニットも9時のユニットがこうしてね、上の方戻ってきてくれるんで、ゴーレムだけ取り残したって、ぶっちゃけゴーレムいなくてもいいんですけどゴーレムもネクラもこうやって合流してくれるので、すごい、なんかさっきのユニット捨てるわけじゃなくてね、一応後からこうして合流はしてくれますよというところ。いなくてもいいんだけどねっていうイメージ。あとはもう眺めてるだけで勝手に全開になります。あとはフリーズが一応3枚あるのでね、ポイズンタワーがね、この、あれね、やる上で一番強いんですよね。防衛施設よりもポイズンタワーが一番強い。ポイズンタワーも一応防衛施設か。それがどこに飛ぶかなっていうのを見てあげると。で、今回なんかゴーレムについちゃったせいでヒーラーが追いついてないですね。この辺はね、臨機応変に流れを見て打ってあげるみたいな感じなんですけど、フリーズ余ってるのでこんな感じでね、どんどん打ってあげてと。使わなくても全開にはなるんですけども、自由に打ってあげてって感じですね。初動の、ウォーデンのファイヤーボールも、どこから打っても、6時のね、どの角度から投げてもいいって感じだったかな。どれやっても全開取れるし、楽なのはやっぱ、片側サイド潰してあげる方が綺麗に進むかなって感じで、結構余裕に全開が取れます。区画ごとの処理って感じですね。
はい、というわけでいかがだったでしょうか。かなりね、簡単なルートになってて、順番にね、3時、9時、12時、6時の方へ流していくっていうようなね、順序があるルートになっておりました。ポイントしっかりね、押さえてあげれば、そんなに難しいチャレンジじゃないなっていう感じなのと、やっぱりウォーデンちょっと楽しいですね。ファイアボール新しいっていうのもあるし、なかなか映えるヒーローギアなので、やってると楽しいですよね。リターンの呪文と合わせた回収コンボもね、なかなか楽しいんですけど、注意してほしいのが、実はこれね、タウンホール16カンストレベルではね、ここまで壊せませんというのも、16のマックスレベルになると、インフェルノタワーすら折れないんですよ、実はファイヤーボールって。4400ぐらいだったかな、マルチ IT のHP がね。で、ファイヤーボールが4100になってくるので、クエイクとかね、他の呪文を合わせれば、もちろん壊せることは壊せるんですけども、一撃で壊せれる防衛施設たちがこうして並べてくれてるっていうチャレンジなので、実際にね、使う際にはちょっとその辺ご注意っていうのと、エピックのヒーローギアなので27レベルまで上げる必要があるっていうところで、ちょっとね、なかなかね、今すぐ使いたいって時に、使いづらいヒーローギアにはなってるかなっていうところ。エターナルトームも使えなくなっちゃうしね。ただ、面白いヒーローギアではあるのでね、ゲットして損はないかなという感じです。ぜひね、参考になったなかった方はね、チャンネル登録、高評価と、クランメンバーとかに紹介していただけると嬉しいです。はい。というわけで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。